意識、これを科学的に解明することは永遠にできないかもしれません。科学が進めば進むほど、なぜ私たちは何かを感じるのかという問いの難しさが増していく、その最前線をまとめてみました。今この瞬間、あなたは何かを感じている。画面の光が目に届き、脳が情報を処理する。ここまでは科学で説明できます。でも、ここから先が急にわからなくなる。なぜただの電気信号が体験になるのか。なぜ赤は赤く感じるのか。なぜ痛みは痛いのか。これは哲学者が3000年間問い続け、現代の神経科学者が最先端の実験室で挑んでいる問いです。今日はその謎の最前線に迫ります。意識の研究者がまず分けるのは、解ける問いとまだ解けていない問いです。なぜ眠ると意識が消えるのか。これは解けます。脳幹にある特定の回路が覚醒のスイッチを握っています。今見ているものを自分が見ていると知っている。これも解明が進んでいます。では、この問いはどうでしょうか。なぜ赤は赤く感じるのか。スマホのカメラも赤い物体を認識できます。でもスマホが夕焼けを見て赤いと感じているとは考えられません。脳が光を処理することと、その結果赤く感じたという経験、この2つは全く別の問題なのです。哲学者デイビッド・チャーマーズはこの問いを意識のハードプロブレムと名付けました。脳のメカニズムを全て解明しても、なぜ経験が生まれるかは説明できないかもしれない。この考え方は、意識は科学で本当に説明できるのかという大論争を巻き起こしました。意識の研究はそれ以来ずっとこの問いに向き合い続けています。脳が光の波長を処理する。網膜から視神経、視覚野へ。このルートは科学で追えます。どの神経細胞が反応したかも、いつか全て記録できるかもしれません。でも、それで赤く見えるという体験を説明したことになるでしょうか。チャーマーズが指摘したのは、この問いが他の科学的問題と種類が違うということです。脳のメカニズムをどれだけ解明しても、なぜ主観的な体験が伴うのか、これだけは説明できていない。例えば科学は、どの神経が痛みに反応したかは説明できます。でも、あの嫌な感じそのものがなぜ生まれるのか、それはまだ分かっていません。これがハードプロブレムと呼ばれる理由です。解き方が分からないのではなく、そもそも何を解けば答えになるのかがまだ分かっていないのです。ハードプロブレムに立ち向かった科学者たちがいます。1990年、クリックとコッホが提唱したのが、意識の神経相関 NCC という考え方です。意識が生まれるとき、脳のどこが活動しているかを徹底的に調べる。そこから手がかりを探そうとしました。そして30年以上の研究で分かってきたことがあります。意識は脳の一箇所から生まれていない。前頭前野と後頭頂皮質をつなぐネットワークが何かを意識するたびに一斉に活動し、気象という中継点が意識レベルを調節する。オーケストラが一本の楽器からではなく、全員の調和として音楽を生み出すように、意識は脳のどこか一点ではなく、ネットワーク全体にパターンとして生まれる。これが現在の主流的見解です。ここまで聞いていかがでしたか？調べてみると哲学的な内容が多くて、私自身は内容を理解するのに苦戦しました。わかりにくかったところがあればコメントで教えてください。後半は意識を研究する2つの対立理論と、植物状態の患者が脳の中で会話していたという医療の歴史を変えた研究を紹介します。意識はどこから来るのか。今、研究者は
大きく2つの理論に分かれています。グローバルワークスペース理論 GWT。 脳は多くの専門チームが情報を並行して処理しています。視覚、聴覚、記憶、感情、それぞれが無意識のうちに動いています。劇場のスポットライトをイメージしてください。舞台では多くの演者が同時に動いています。でも観客が意識するのはスポットライトが当たった場所だけ。脳が意識と認識しているのはこのスポットライトが当たっている専門チームであるという考え方です。対する統合情報理論 IIT。 意識の量は情報がどれだけ複雑に統合されているかで決まるという理論。脳でなくても十分に複雑な情報統合があれば意識が生まれうるという考え。2023年、この2つを中立的に比較する実験が行われました。世界200人以上の研究者が参加したコジテイトコンソルシアムという研究です。結果、どちらも決定的な支持も否定もされず、答えは出ませんでした。でもそれは意識の問いがいかに深いかを正直に示した結果でもあります。植物状態の患者が脳の中でテニスをしていた。2006年、科学誌サイエンスに掲載されたイギリスとカナダの共同研究。神経科学者エイドリアン・オーエンは意識不明の患者に語りかけました。テニスをしているところを想像してください。fMRI で脳活動を見ると、健常者と全く同じパターンで運動前野が活動したのです。外から見れば患者は何にも反応していませんでした。でも脳の中では確かに考えていた。さらに2010年、オーエンはこの研究を一歩進めました。患者本人にイエス・ノーの意思疎通を可能にした事例を報告したのです。あなたは今痛みを感じていますか？イエスならテニスを、ノーならランニングをイメージしてください。患者は脳の活動で答えました。ずっと意識がないとされていた人が fMRI の中でノと答えていたのです。この発見は世界の医療、法律、倫理を揺さぶりました。意識なしと診断されてきた患者の15から 20% に隠れた意識がある可能性が示されたのです。植物状態の患者のそばで聞こえているかと問い続けていた家族がいます。この研究が示したのは、その声が届いていたかもしれないということです。意識にはもう一つの難問があります。1983年、神経科学者ベンジャミン・リベットが行った実験。好きなタイミングで手首を動かして被験者にそう伝え、脳波を計測しました。結果、被験者が動かそうと意識した 0.55 秒前に脳はすでに準備電位の上昇を始めていたのです。自分で決めたと感じる前に脳はすでに決め始めているのかもしれない。最近の研究で準備電位はランダムな神経ノイズに過ぎない可能性も出ていますが、議論は今も世界中で続いています。チャット GPT やクロードなどの AI は何かを感じているのか。意識の問いが AI 時代に新しい形で突きつけられています。統合情報理論で言えば、現在のニューラルネットワークは情報統合が低く、意識なしと扱われます。グローバルワークスペース理論では、適切な設計なら機能的に意識を模倣できると扱われます。でも本当に感じているかは外から確認できない。ディープラーニングの先駆者の一人、ヨシュア・ベンジオは2023年に、現行の AI は意識を持たないと思う。ただ確信はないと言っています。ここにハードプログラムの最も難しい部分があります。こう想像してみてください。あなたと全く同じ行動をする存在がいます。笑い、泣き、
痛みに顔をしかめる。でも内側では何も感じていない。そんな相手に意識があるかどうかは行動や言葉だけでは証明できないですよね。 AI がどれだけ痛い嬉しいと言っても本当に意識を持つ AI なのか、何も感じていない AI なのか、外から見分ける方法はありません。 AI に意識があるかどうかは永遠に証明できないかもしれません。今回は科学に加えて哲学っぽい話も多くなりました。私たちが当たり前に感じている今ここにいるという感覚が科学的には完全には解明されていない。すごく不思議じゃありませんか？植物状態の患者が脳の中で答えていたという研究は正直まだ信じられません。今後の研究にも注目していこうと思います。皆さんに一つ聞いてみたいんですが、 AI に意識はあると思いますか？あるいは近い将来意識を持つと思いますか？どんな意見、コメントでも教えてください。世界中の人の意見が聞きたいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。